いやー、2026年も明けちゃって早くも一月経っちゃいましたね。早いっすね、本当に。で、年始の企画といえばこれですね。今年の時計のトレンド予想。これをまだやってなかったので、今日はじっくりその話をしたいんですけど、最初にですね、これだけは言わせてください。2026年トレンドが大きく動きます。いや、これガチです、ガチ。この動画を作るためにいろいろ調べた結果、そういう結論に達しちゃったんですよね。なので今日はその理由とか、具体的にどんなトレンドになるのかとか、あとはおすすめのモデルなんかも紹介したいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい。では最初にですね、トレンドの根本的な話ですね。なんでトレンドが大きく動くのかとか、どんなトレンドになるのかっていうのを話していきたいんですが、私調べてみたんですよ。2026年のファッションのトレンド。これなんでかっていうと、結局時計ってファッションありきってところあるじゃないですか。なのでファッションのトレンドが分かれば時計のトレンドも読めるってことで、じゃあ肝心の2026年のファッションはどんなトレンドになるんじゃいってことなんですけど、これファッション業界のいろんな人の2026年の予想を拝見しましたけど、だいたい皆さん言ってることは同じだったんですよ。だからまあ間違いないかと。で、具体的にどうなるのかというと、これまでの大きなトレンド、ストリートの文脈から来たビッグシルエットとかオーバーサイズとかロゴドンとか装飾的なもの、そういうものがいよいよピークアウトするだろうと言われています。まあ最近クワイエットラグジュアリーなんて言葉がだいぶ浸透してきましたからね。これは納得っていう感じですね。ちなみにですね、この辺の理由について石川俊介先生が非常に興味深いことをおっしゃっていて、ファッションの世界の主要な市場が変わるのが大きな要因の一つなんだそうです。これまでは中国が最大の市場だったわけですが、今いろんなブランドが中国一辺倒の戦略からアメリカ市場へシフトし始めていると。そうなってくると、当然アメリカのマーケットで受けるようなデザインにしていかなきゃいけない。この市場の移動が最近のハイブラのデザイナーの大量の交代劇にも表れているそうなんですね。じゃあその結果トレンドがどう変わっていくのか。一言で言うと、オーセンティックなもの、クラシックなもの、そういったものにトレンドが移っていくそうです。ただ急にクラシックなものに変わるのではなくて、今はあくまで過渡期でクラシックなんだけど、どこかに緩さを感じるリラックス感のあるものになるだろうと。そのようですね。はい。それからですね、先ほどのロゴドンに関連してなんですが、これまではロゴドンであればある程度人気が出ていたみたいな風潮が少なからずありましたが、それがクワイエットラグジュアリーの方向へ向かうと、ロゴに頼らないシンプルなものが好まれるようになります。それに加えて値上げですね。特にラグジュアリーブランドは物価の高騰以上に値上げを敢行してきました。このシンプルプラス値上げによってどういうことが起こるかというと、シンプルがゆえに素材感で勝負しなくてはならなかったり、あとは製品の背景とかちゃんとクラフトマンシップが息づいた製品かどうか、そういうものとしての価値が厳しく問われる時代になってくるみたいですね。はい。ここまでがだいたいファッションのトレンドはこうだっていう感じだったんですが、次にですね、じゃあ時計はどうなのかってことを喋りたいと思います。勘のいい皆さんならお気づきだと思いますが、時計も同じような経緯をたどってるんですよ。皆さんご承知のように、ここ10年くらいの時計の大きなトレンドってラグスポじゃないですか。じゃあこのラグスポブームのきっかけって何だったのかというと、いくつか要因はあるんですが、まずはカチッとしたスタイルが廃れていって、ファッションがカジュアル化したということですよね。仕事でもスーツを着る機会が減ったり、私服でもかなりラフになった結果、そういう雰囲気に合うラグスポが選ばれてきたと。この辺はまさにファッションとの関連性を感じますよね。それからもう一つ挙げるとすると、中国を中心とするアジア市場が10年代に成熟したことがラグスポブームに拍車をかけたという側面もあるんです。これはアジア圏でもスポーツウォッチに資産的な価値を見出すようになってきたということで、この辺も要因になっているんです。で、クロノスに書いてありましたこれもやっぱりファッションと同じで中国市場に影響されてきた面もあると。こんな感じでこれまでの時計のトレンド、特にラグスポブームとファッションとの関連性を見ることができますけれども、まあ時計もある意味ファッションの一部なんで、当たり前といえば当たり前の話なんですけどね。はい。
さて、じゃあここからが一番大事なところです。今年2026年、腕時計のトレンドがどう変わっていくか。結論を端的に言っちゃいます。さっきのリラックス感のあるクラシックスタイルに合うようなモデルがトレンドになる。これですよ。いや、当たり前じゃねえかいやー、そりゃそうなんですけど、もう少しこんな感じっていうのをお話ししますと、クラシックスタイルに合うものなので、やっぱりドレスウォッチの復権っていう形にはなるでしょうね。もう散々スポーツウォッチとかラグスポだったので、クラシックスタイル万歳ですね。スーツにどの辺までスポーティーなモデルが合うかみたいな話あるじゃないですか。私としてはラグスポとかシンプルでコンパクトなスポーツモデルまでだと思うんですよ。ところが最近はがっつりスポーツ、例えばサブマリーナくらいまでもいけちゃうっていう風潮だったじゃないですか。そんな中で王道のドレスウォッチに回帰してくれるっていうのは個人的には大歓迎ですね。で、その辺もね、最近の小径化の流れを見る限り確実に来るだろうという感じはしていますね。というのと、やっぱりスポーツ系のモデルが氾濫している今、逆にドレスウォッチをつけていると差別化できておしゃれ感が際立つと思うんですよね。そういうもろもろを含めてドレスウォッチが熱いんじゃないかと思うわけです。はい。じゃあ次にですね、具体的にどんなモデルが熱いのかってことを話していきたいんですけど、その前にですね、そういう時計を選ぶ上で注意した方がいい点があるので、それを先に話しちゃいたいと思います。まず一つ目、すごく重要なのが時計の寿命は長いってことですね。ファッションって割とトレンドを追ってコロコロ買い替えたりするじゃないですか。特にそういうこだわりを持った人とか好きな人はですね。だけど時計って高い買い物ですからね。そう簡単にコロコロ買い替えることはできないのが普通だと思うんです。ガチの裕福な方とかは別ですけどね。なもんでトレンドを追うって言っても長く愛せるものを選ぶのが鉄則です。それからもう一つ、これまではラグスポ系っていうだけである程度の人気が出ていたと思うんですけど、今後はただラグスポ系っていうだけではダメなんだろうなと。それに加えて時計も物価高騰以上に値上げをしてきたっていうのもあるので、消費者の目っていうのがだんだんと厳しいものになっていくだろうと。そうなってくるとロゴドンの話と同じで、しっかりと価格に見合った価値を見出せるモデルでなければならないっていうことが大事なんですよね。で、この価値っていうのは時計で考えると、例えば仕上げを含めたクオリティだったりとかクラフトマンシップ的なものですね。あとはそのモデルの背景もですかね。どういう歴史があるとか、どういうこだわりがあるとかという感じで、トレンドプラスこの点を踏まえて熱いモデルを紹介していこうと思います。はい。では私が気になる熱いモデルですね。いきましょう。全部で4本選んでみました。で、まず1本目ですが、1本目はですね、ガチガチにお気に入ったモデルをピックアップしました。それがですね、カルティエのタンクですね。これが超がつくほどの正統派のドレスウォッチで、正味ちょいゆる感はないんですが、クラシック感はがっつりなんですね。タンクといえば最近でもないですが、ヴィンテージモデルも盛り上がってますし、2026年の主役級の一本になるはずと思うわけです。何より歴史ある定番モデルで、かつシンプルですから、時代に左右されないデザインで長く使えるのが魅力ですよね。で、長く使えるだけじゃなくて、意外といろんなスタイルに合わせやすいんですよ。クラシックスタイルはもちろんですが、 T シャツとかカジュアルなファッションもタンクを合わせるだけでコーディネートをぐっと格上げしてくれますしね。ちなみにカルティエの時計って聞くと、ジュエラーだからファッション時計って感じる方もいるかもしれませんが、カルティエって今はガチのマニュファクチュールになっちゃってるんです。カルティエが設計したムーブメントがリジモングループの基幹ムーブメントになったり、ケースのクオリティも内製化してめちゃくちゃ良くなりましたんで、カルティエの時計はおすすめなんです。それでタンクの中で私が一番欲しいのは、一番推したいのはタンク類カルティエなんですが、さすがにやるすぎかなとも思うので、タンクマストがいいのではないかと思います。ステンレスケースで使いやすいですし、ムーブメントも好みに合わせてクォーツから機械式まで選べますし、それ以外にもタンクに関しては種類が豊富で、タンクフランセーズとかタンクアメリカンもありますから、サイズ、ムーブメント、素材などなど選択肢が多いのもありがたいですよね。とクラシック寄りで正統派っていうことであれば、カルティエのタンクがおすすめですね。はい。
では2本目に行きましょうか。2本目はですね、ジャガールクルトのレベルソです。さっきのタンクもそうなんですけど、何かとしたくなってしまうんですよね、このモデルとはいえ緩めのクラシックにちょうどいいんじゃないかと思っていて、レベルソって一見するとドレスウォッチだし、今ではそういう扱いなんですけど、もともとポロ競技用に作られたスポーツウォッチという背景があるので、その名残がいい感じで緩さにマッチしているんですよ。それがケースが反転するというギミックなんですけど、このちょっとした遊び心がね、今の気分に合うんじゃないかって。しかもアールデコ調の真面目な顔をしておきながら、実はギミックがあるっていうそのギャップがいい感じです。それからストラップもですね、ポロ競技用のブーツからインスピレーションを受けて作られているっていうだけあって、スポーティーな要素もある作りなんで、いろんなスタイルに合わせやすいですね。そして何よりジャガールクルトはいぶし銀という言葉がぴったりの歴史あるガチマニュファクチュールで、レベルソはそのフラグシップモデルなんで間違いないです。それで一口にレベルソといっても、これも今いろんな種類があってですね、デザインでいうと大きくクラシックとトリビュートに分かれるんですけど、それぞれカラーとサイズ展開が豊富で、さらに片面だけダイヤルのモノフェイスと両面がダイヤルになっているデュオがあってっていう具合で、選ぶのがなかなか楽しくなってます。私はやっぱりシンプルな小さめのモノフェイスで、今の気分はトリビュートがいいかなと思ってるんですが、でもデュオもね、反転するっていうギミックが最大限活用されているんでいいなって。だから一つに決められませんまあそこは幅広く選べますよということですね。そんな感じでトレンドにマッチしつつ、歴史も技術もしっかりめにあって知的な大人を演出できるレベルソは外せませんね。では3本目ですね。3本目は IWC のポルトギーゼですね。ある意味このモデルが緩めのクラシックに一番しっくりくるかもしれないと思っています。というのも、すごくシンプルなドレス寄りのデザインなんですけど、サイズが大きめで、しかもアラビア数字のインデックスっていうところで程よくカジュアル感がありますよね。このバランスがファッションのリラックスシルエットに完璧にはまっていいんじゃないかと。しかもこのサイズっていうのが、かつてのデカーツブーム由来のデカではなくて、高精度な腕時計にするために懐中時計のムーブメントを採用したっていう歴史的なルーツがあるってところがね、ポイント高いですね。で一方でカジュアルに振りすぎてないっていうところが良くて、例えばですけどベゼルに注目してもらいたいんですが、このサイズ感でベゼルが太いとかなりスポーティーになってしまいますよね。ところがしっかりベゼルは細くデザインされているんです。このあたりのバランスが絶妙だなと思いますね。それからこのポルトギーゼに限っては三振もいいんですが、クロノグラフもおすすめなんです。クロノグラフって機能的にはかなりスポーティーになりがちじゃないですか。デイトナとかその代表だと思うんですけど、でもポルトギーゼの場合スポーティーな要素がそこまで強くないんです。ベゼルが細く、秒表示も控えめ、縦の2つ目サブダイヤル、元のポルトギーゼのドレス要素をそのままにクロノグラフにしているので、ドレスとスポーツのバランスがすごくいいですよね。というわけでポルトギーゼ、三振モデルにしろクロノグラフにしろドレスウォッチなんですが、それぞれカジュアルスポーティー要素が盛り込まれていて程よく上品になっているので、今後のトレンドにバッチリ合うんでね、おすすめです。それでは最後4本目なんですけど、ちょっとここまで結構な金額のモデルが続いているので、最後はですね、もっとカジュアルなところに行きたいと思います。というわけで最後4本目はですね、ノモスグラスヒュッテのタンジェントです。これがですね、いろんな意味でこなれてていいんですね。まずデザインに関して一言で言えばバウハウス、非常にシンプルで見やすくて、いわゆる機能美が感じられますよね。でこのバランスですよね。カジュアルなんだけどシンプルでちょっとカチッとしてるから、これも緩めのクラシックに合うなと。しかもこのモデルはムーブメントに関しても自社でブラッシュアップしていて、4分の3プレートなどなどドイツ的な衣装で時計好きも納得の作りをしています。そういう面白みもしっかりめにあるのがまたいいですね。ここまでのモデルよりも価格もこなれていて、デザインもカジュアル寄りになっているんで、また違った魅力があっておすすめです。
ということでですね、2026年のトレンド的に熱いモデルを紹介してみましたけれども、このラインナップ見てもらえればわかるかと思いますが、どれも奇をてらわない定番中の定番のモデルばかりを取り揃えました。そしてですね、全部私が好きなやつですねこういうのでいいと思うんですけどね。はい。そんなわけで2026年の時計のトレンドについて最後にちょっとまとめを。まず2026年のファッションのトレンドは、どこかにゆるさを感じるクラシックで、かつ製品の背景やクオリティが今まで以上に求められるだろうと。それに合わせて腕時計もドレスウォッチをベースとしつつ、どこかにカジュアルさや遊び心があるものがいいんじゃないかと。で、私が1本選ぶとしたらレベルソかなって思いますが、今回紹介したものならどれを選んでも間違いないんじゃないですかね。はい。そんな感じなんですが、いろいろ喋りましたけど、実はもうちょっと話したいこともあって、なのでこの後のおまけのところで続きをやりたいので、もしよかったらお付き合いください。ということで、今回の動画が皆さんの時計選びの参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。あったかくして寝らやー。いやー、2026年のトレンドを熱く語っちゃいましたけど、もうちょっとですね、本音のリアリティのある話を補足しておきたいんですけど、いろいろ考えてみてですね、今回の内容って万人におすすめできるかっていうと、ちょっと難しいなとも思ってるんです。というのも、例えばですけど、変な話、初めて高級時計を買うっていう人にいきなりドレスウォッチを勧めるかって言われると、正直ラグスポの方がいいんじゃないのって思っちゃいますよね真夏に革ベルトって結構ハードじゃないですか。私も最初にレベルソを買って満足して、もう時計は買わないだろうと思っていたんですが、夏場とか結局使いづらくって、結局2本目3本目っていっちゃいましたからね。だから1本目は正直ラグスポでいいと思うんです。どのモデルもめちゃくちゃ使いやすいですからね。しかもスーツスタイルにもカジュアルにも使えるので、今回取り上げたリラックス感のあるクラシックスタイルとの相性もいいと思っています。ただですね、間違いなくドレスウォッチの方がクラシックスタイルに合うと思うので、今回のおすすめしたモデルとかっていうのは使いやすいモデルを持っている上で、トレンドを意識した時計を使うならってことで挙げてみました。それからですね、時計って高価なものだから、洋服よりもトレンドって回りにくいんですね。なので今まで流行っていたモデルが急に人気がなくなるとか、そういうことにはなりにくいですし、そもそも何十年も前からほとんどデザインが変わっていないような定番モデルも多いですから、そこまでトレンドを意識しまくらなくてもいいかなとも思います。今回の企画を真っ向から否定するようなこと言っちゃってますけどねはい。まあそんな前提がある上で、ファッションに合う時計選んでみてはいかがでしょうかっていうのが私の思いですね。あとですね、これは裏話になっちゃうんですが、この企画今年は今までと角度を変えて、最初の構想ではファッションアイコンと言われている人をチェックして、その人が使っている時計が次のトレンドだみたいな話をしようと思ったんです。でもですね、調べているうちにそうじゃないって気づいたんです。というのも、これも石川俊介先生が言ってたんですけど、石川先生はデザイナーのことを言ってたんですけど、ある特定の誰かがトレンドを作っているんじゃなくて、世の中の流れがそういう方向になってくるときに、そこに浮かび上がってくる誰かがいるってことらしいんですね。で、これファッションアイコンも同じなのかなと思って、結局時代の潮流に合ってる人のことをみんなが持ち上げるわけであって、仮に影響力のある人だったとしても、その人がトレンドを動かしているわけではないってことですかね。まあ特定の人がずっとアイコンで居続けるかはわからないですしね。ちなみにファッションアイコンを調べたらですね、結構ラッパーの人とか出てきて、海外ですけどね。だから今のストリートの流れには合ってるんだけど、今後のクラシックの流れには合わないのかなって感じましたね。そんなところです。それでは